今回の動画では、サイドストーリー、偉人を歩むと同時期に実装されるオペレーター。私、頑張ります。重装オペレーター、ヘビーレインの紹介及び解説を行っていきます。見たところ、確かに優しそうな方ですが、本当にアーミヤさんの言うように親しみやすい方なのでしょうか。すみません。ぼーっとしてしまいました。コードネーム、ヘビーレイン。着任しました。ヘビーレインは、とあるサルゴンの酋長のもとに属していた元サルゴンの兵士で、軍を脱退後、各地を転々とした後にロドスに加入しました。ゲーム内でのストーリーではオムニバスストーリー、戦地の逸話の和光同人にて登場しており、ロドスの感染者の人材収容と発掘プログラムの一環で収容され、ケルシーが72時間連続で手術台に立つという大手術によって助け出した人物でもあります。性格は非常に内気、大多数のオペレーターたちの最初の印象は暗いというもので、実際、ヘビーレインは自ら喧騒の中に入っていくということはしません。ただ、チームプレーといった集団行動は元軍人ということもあり、苦手ということはなく、一緒に任務を遂行したオペレーターたちからは、ヘビーレインは注意深くて優しく、内気なのは自分を表現することが苦手なだけであり、悪い人物ではないという評価を受けています。ただ、ロドス加入当初は現在よりも内気というよりも意気消沈していたレベルで、意気消沈してしまった原因は、軍を脱退した理由にも関係しています。ヘビーレインは軍の中でも多数の功績を挙げてはいたものの、内気な性格が影響して、軍内部では常に一人っきりでした。しかし、そんなヘビーレインにも好意的に接してくる人物が一人いて、その人物とは唯一の親友とも言えるほどの関係を築いていました。とある日に、サルゴンの酋長同士での武力衝突が発生。ヘビーレインとその親友も戦場へと出兵したのですが、親友はその場でヘビーレイン以外の味方を全員殺害。裏切りによって生じた混乱を全てヘビーレインのせいにし、さらには内部情報を盗み出し、敵国へと逃亡しました。ヘビーレインはその場での戦場では生存したものの、もともと軍内部でも孤立していたところ、濡れ衣によってさらに孤立してしまい、軍事裁判所では生き残りがヘビーレインは濡れ衣を着せられていただけと証言をしたため、なんとか無罪にはなりましたが、この証言がなければ危うく処刑されるところだったようです。なお、親友がヘビーレインに近づいてきた理由は元から裏切るためだったようで、なぜヘビーレインを対象にしたのかの理由は分かっていませんが、ヘビーレインが軍内部では孤立しているということから、心情的につけ込みやすく、かばってくれる人物もいないだろうと見越していたのかもしれません。いずれにせよ、ヘビーレインはこれによって意気消沈してしまい、軍を脱退。傭兵業を開始するものの、精神が過敏となってしまい、ズタボロのメンタルの状態でロドスに加入することになります。ただ、とは言っても元は非常に優秀な軍人のため、作戦遂行能力は素晴らしく、戦況の判断や命令の実行をうまく行うので、ドーベルマンですらも職業兵士とは彼女のことを言うと言わしめるほどには、軍人として動きは完璧であり、ひたすらまでに上司の命令を遂行し、市場を挟むということはありません。ただ、それは任務が順調に遂行している時のみの話であり、過去の彼女はそうだったのかもしれませんが、現在の彼女は味方が怪我をしてしまうと焦燥と切迫感に駆られてしまい、いつもの雰囲気とは裏腹に非常に攻撃的な姿勢を示し、冷静さを欠いてしまうとのこと。これはヘビーレインの元々の性格が災いしてしまっており、ヘビーレインは元は人からの承認欲求が強い性格なのにもかかわらず、軍隊という抑圧された環境によってそれが封じられてしまっていました。それによって自分をどうやって表現すればいいのかがわからなくなってしまい、今の寡黙な性格が形成されてしまったものとされています。一方のロドスは非常にオープンで他者を認めるという環境が整っているため、ヘビーレインに対して善意を尽くしてくれるオペレーターも多く、自分に善意を向けてくれる人が傷つくことはヘビーレインにとっては到底許されることではないので、ヘビーレインへの善意とヘビーレインの信念が混ざってしまった結果、暴走してしまうという状況を生み出してしまっているようです。ヘビーレイン自身も暴走していることに自覚はあるようですが、どうすればいいかはわからない様子。ただ、ロドスも手をこまねいて見ているだけではなく、まず、ドーベルマンはヘビーレインを彼女の経歴とは馴染みのない重装オペレーターに転職させ、
戦場での行動を制限、チームメイトの保護に徹するように指示しました。また、的確な指示さえ飛んでくれば、再び冷静さを取り戻すことはできるので、ドクターが的確な指示さえすれば、重大な問題にはならないものとされているようです。なお、ヘビーレインはいつも親切にしてくれるドクターに対して強い恩義を感じており、一種の依存とも言えるような強い信頼を持っているようなので、今後ヘビーレインが元の健康な精神を取り戻すことができるのかは、ドクターの手にかかっていると言えるでしょう。ちなみに、サルゴンの元兵士といえば、スポットがいますが、ヘビーレインとスポットは、サルゴン兵士時代に出会ったことがあるとのこと。その際にヘビーレインは、スポットから水をもらい、漫画を借りていたようで、ヘビーレインは、スポットに助けてもらったと感じています。一方のスポットは、全く覚えていなかった様子。そもそもスポットは軍なんてクソくらいという考えなので、覚えていないのも無理はないのかもしれません。それともスポットにとっては人助けが当たり前のことすぎて覚えていないか。いずれにせよ、現在ではヘビーレインが時たま休憩室で漫画を読んでいる姿が見られているようです。ヘビーレインのモチーフとなっている生物は、昇進2のイラストやヘビーレインのカラーリングなどを見る限り、サバンナシマウマかと思われます。サバンナシマウマは、シマウマの中では最も一般的なシマウマとされており、南アフリカのサバンナ地帯であれば広い地域に分布しています。シマウマといえば特徴的な縞模様が天敵となる大型肉食獣からは草原の模様と同化してしまい、狙われづらいという説が一般的でしたが、そもそも縞模様すらその天敵たちからは認識されておらず、天敵からの保護の役に立っていないというのが現在の通説となっています。では、この縞模様は何のためなのかというと、感染症から身を守るためという可能性が高いとのこと。シマウマが生息している地域には、睡眠病という感染症を媒介するハエが生息しているにもかかわらず、そのハエを調べても、シマウマの血液が検出されることはほぼありませんでした。シマウマは体毛が短いため、吸血しやすい体なのにもかかわらず、調査したところどうやらそのハエは、色彩が均一な面を好んで着地する習性があり、シマウマのような模様がある面は避ける傾向にあるようです。このことから縞模様は肉食の天敵に対してではなく、ハエから身を守るための可能性が非常に高いと結論付けられたようです。ドクター、私、昇進せずにこのままではいけませんか？いえ、違うんです。皆さんが親切すぎて、少し怖いんです。ヘビーレインは星熊やバイソンと同じ防御型重装に分類されるオペレーターですが、スキルは自身を強化しつつも他の防御型重装よりもより味方のサポートに特化した性能となっています。ブロック数や配置コストなどの基本ステータスは典型的な配布オペレーターのものとなっており、一般的なオペレーターと比べると配置コストは2から3程度、再配置時間は10秒長くなっています。そのため、ヘビーレインを運用するのであれば、潜在強化はほぼ必須です。なお、数値としては同じ星5重装オペレーターであるバイソンと全く同じものとなっています。なので、特に特筆すべき点はない性能と言えるでしょう。HP や攻撃力などのステータスも同じ星5重装オペレーターであるバイソンとほぼ一致しており、HP はバイソンよりも270程度、攻撃力は3高くなっており、防御力はバイソンの方が95高くなっています。そのため、実運用の際にステータスの面でバイソンと差を感じることはほぼないでしょう。ステータスに関しても特に特筆すべき点はない性能になっていると言えます。素質、ゼブラ迷彩は自身と周囲8マスの高台マスにいる味方に物理回避を付与するという素質で、高台の近くに配置することで効果を発揮するという点で言えば、運の素質に似通った性質を持った素質と言えます。回避率は最大でも 23% と数値にするとあまり高くはない印象を受けますが、星熊を使用したことがあるのであればわかると思いますが、意外と避けてくれます。ただ、あくまでも確率の問題となっているので、特に高台オペレーターは攻撃を受けないに越したことはありません。なので、どちらかというとこの素質はヘビーレイン自身に向いた素質になっているといえ、回避とガードの違いはありますが、扱い方としてはブリッツの素質にとほぼ同じものになっていると言えるでしょう。ヘビーレインの潜在強化による効果は、
コストマイナス1、再配置時間マイナス10秒、コストマイナス1、素質強化、コストマイナス1となっており、戦術したように典型的な配布オペレーターの強化内容となっています。そのため、潜在は完全に強化をして、通常オペレーターとほぼ同等の性能になるというものになっているので、ヘビーレインを運用するのであれば、潜在は可能な限り貫突させておくようにしましょう。印もイベントで貫突分まで入手することができるので、イベントをきちんとこなしていれば、さほど難しくはないはずです。スキル1、応急迷彩は単発型のスキルで、次の通常攻撃時、周囲8マス以内にいる HP が 50% 以下の味方1人に対して、4秒間の迷彩と毎秒一定数回復するリジェネ効果を付与するというスキル。スキルの性質としては名前からもわかるように、サリアやニアールのスキル1、応急処置に近い性能を持ったスキルとなっています。ただ、どちらかというと回復よりも迷彩付与の方がメインとなっており、HP の回復量はかなり低く、あくまでもおまけ程度のレベル。そのため、応急処置のような回復スキルというよりも、迷彩によって味方を隠し、攻撃対象にならないようにする緊急回避スキルと言えます。なお、迷彩とステルスにはいくつか違いがあり、というより、詳細にステルスと迷彩の種類を区別すると4種類程度存在しています。ステルスと迷彩には、ターゲットフリー、ヒドゥン、インビジブル、カモフラージュの4種類が存在しており、ターゲットフリーは、現状ではマンティコア専用。ヒドゥンは敵専用、インビジブルはファイヤーウォッチや草むらなど、そしてヘビーレインはカモフラージュの部類に入ります。それぞれのステルス及び迷彩の種類によって効果は異なっており、ターゲットフリーは範囲攻撃を受けず、技術偵察兵にもステルスを剥がされることはなく、マンティコアは攻撃を行うかブロックするまでステルスは解除されません。ヒドゥンはブロックまたはステルスカンパで解除することが可能で、インビジブルは技術偵察兵に解除されることはあっても、範囲攻撃を受けることはありません。そしてヘビーレインやシーンなどが所持しているカモフラージュは、技術偵察兵には無効化され、範囲攻撃も受けるという形となっており、端的に言うと遠距離攻撃の対象にならないのみとなっています。なお、応急迷彩はサリアやニアール、医療オペレーターの回復とは異なり、継続回復効果、つまりリジェネ効果となっているので、ヘラクやマドロックなどの回復負荷のオペレーターもスキル対象にはなっています。ただ、これらのオペレーターがダメージを受けるということは、基本的には敵をブロックしている状態だったり、即座に迷彩効果が解除されてしまうような状況なので、このスキルの意味はあまりありませんが、スキル1の回復量と他のオペレーターのスキルによる回復量を比較した表が上記の通りとなっており、先ほども述べた通り、スキル1の回復量はかなり低く、レアリティが下となるグムのスキル1よりも回復量は半分以上、サリアとの比較に至っては5分の1という低さとなっています。そのため、数値から見てもやはり回復スキルとしては非常に力不足で、回復能力はあくまでもおまけ程度ということがよくわかります。スキル1はこのスキルだけで完結するスキルというよりも、スキル1の効果によって迷彩を付与して緊急的に味方を保護し、続けて他のオペレーターによって対象の HP を回復するという中継ぎのような効果となっており、特に高台オペレーターが即死しないようにするためのスキルと言えます。また、スキル発動中は無防備になってしまうビーズワックスやミントといった高台重装とも呼ばれるようなオペレーターと組み合わせれば、体力が半分以下になった時点で迷彩が付与され、攻撃対象から外れることになるので、より安定した運用ができるでしょう。ただ、やはり回復量がかなり低いということや、高台オペレーターとは相性はいいものの、地上配置のオペレーターにとっては有用性はかなり薄いスキルにはなってしまっているので、特化に必要な素材、特化時の上昇率なども鑑みてスキルレベルは7で据え置きでいいでしょう。スキル2、軍隊迷彩はスキル発動中、ヘビーレインの攻撃が停止し、防御力と最大 HP が上昇。自身と上下左右1マス以内にいる味方オペレーターに迷彩を付与するというスキル。スキルの形式としてはバイソンのスキルに戦線強化に近いものとなっています。こちらのスキルに関しても、スキルのメインとなっているのは迷彩の効果で、自身と味方に最大20秒間迷彩を付与することができます。しかし、スキル1と異なっているのは、スキル1は味方の保護に特化した性能なのに対して、スキル2も味方を保護することに変わりはありませんが、
攻撃の補佐に使用することができるという点です。例えば、団体狙撃やソーンズなどと組み合わせれば、ブロックを必要としないドローンには一方的に攻撃ができ、危機契約での今はなき観光源にて攻撃速度強化を選択した結果、攻撃速度があまりにも速すぎて、その場から動かなくなってしまうアシッド虫などを、オペレーターたちの目の前におびき寄せることが可能となります。防御面においても、パトリオットのような攻撃の優先順位を変えてくるような敵に対して有効となり、迷彩の有効範囲に入るように遠距離オペレーターを配置してやれば、スキル発動中は迷彩の範囲内にいるオペレーターをパトリオットが狙うことはありません。スキル2によるステータスの強化内容と他のオペレーターのスキルによる強化内容を比較した表が上記の通りとなっており、HP の上昇量はマッターホルンよりかは少し多くなってはいますが、防御力の上昇量に関しては他のオペレーターから見てもそこまで高いものではありません。むしろ重装オペレーターの耐久力上昇効果としてはかなり控えめになっていると言えます。そのためこちらのスキルに関しても先ほど述べた通り迷彩が主役のスキルで、ステータスの強化はあくまでも遠方で殲滅することができなかった敵をブロックし時間稼ぎをするためのスキルと言えます。そのため他の重装オペレーターたちと比べるとあまり耐久は得意ではありません。スキル2はスキル1と比べるとより汎用性が高まった効果となっており、様々な場面での運用を考えることができます。特に遠距離攻撃が厄介な敵が多いステージではかなりの活躍を見込むことができるでしょう。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、迷彩を長時間味方に付与するという独自性はあるものの、特化による上昇率があまり高くはないので、7で据え置くことをお勧めします。ヘビーレインの基地スキルは制御中枢と訓練室に関するものとなっており、制御中枢スキルは制御中枢スキルとしてはよくある制御中枢内のオペレーターの体力消費を減少させるスキル。このスキル効果に関しては上位互換としてレインボー6シージコラボオペレーターがいるので、レインボー6シージコラボオペレーターを所持しているのであればヘビーレインを制御中枢スキルで使用することはまずありません。もう片方となる訓練室スキルは初期状態では訓練所に協力者として配置時、重装オペレーターのスキルを特化する場合は、訓練速度をプラス 30% するというもので、昇進2にすることで対象のスキル特化が2なのであれば、訓練速度をさらにプラス 45% するという。対象の職業やスキルレベルは異なりますが、シデロカやフリント、トミミの基地スキルと似たような効果となっています。重装オペレーターは特に高レア帯は特徴的なオペレーターが多いため、ヘビーレイン実装時点で特化していない重装オペレーターを連続で特化させる予定なら、基地スキル目的で特化させてもいいでしょう。一方で、すでに重装オペレーターの特化がほぼ終わっているのであれば、大陸版と同じ流れでグローバル版も展開された場合、ヘビーレイン実装後はしばらく重装オペレーターの追加はないので、基地スキル目的で特化する必要は現状ではありません。それでは実際にヘビーレインを使用していきます。今回使用するステージは観光源。ヘビーレインのステータスは昇進2のレベル80、スキル2のスキルレベルは7。選択した契約は、すべての敵の攻撃範囲プラス 65%、すべての敵の最大 HP プラス 60% となります。ロックオン。わあ、本気で行くよ。ここで大丈夫です。命令を無駄だ。ついてきて。ディオポーレント。私を呼び起こしてくださったのはリンゴちゃん、今日もよろしくね。承知した。スキル発動後はこのように十字マスにスキルが展開され、迷彩効果を受けている味方はもやのようなエフェクトが表示されます。そしてご覧の通り、迷彩が付与されているヘビーレイン、ソーンズ、フィリオプシスは敵の攻撃対象にはならず、ソーンズの後ろにいるシルバーアッシュがアシッド虫の攻撃対象となっています。ただし、接敵後は迷彩は解除されるため、
ソーンズとヘビーレインはアシッド虫をブロックし始めたタイミングでアシッド虫の攻撃対象となっています。アップルパイ。アップルパイ。ドクター、死んで。決まったか。男女は我が恩敵なり、はたまた顔老物に過ぎぬのだ。Mission accomplished. 予測通りの戦いでした。完璧です。ヘビーレインは初めて味方に迷彩を付与することができるオペレーターで、治療や強化によって味方をサポートするのではなく、そもそも味方を攻撃対象にさせないという形でサポートすることをメインとしています。そのため治療や強化よりも強力に作用する場面がある一方で、全く意味をなさない場面もあったり、近接系のオペレーターにはあまり意味がなかったりと、そういった意味ではかなり極端な性能になっていると言えます。ですが、射程無制限や全範囲攻撃の敵に対しては強力な効果を発揮することに変わりはないので、そういった攻撃が多いボス系に対しては、ある種の無敵回避を提供できるオペレーターと言えるかもしれません。汎用性はあまり高くはないので、優先して育成する必要はありませんが、育成に余裕がある時などは一行してみてもいいかもしれません。以上でヘビーレインの紹介及び概説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。ドクターはなんて優しいんでしょうか。こんなに人に嫌われる人間なのに、そんな私に対してもちゃんと話をしてくれます。やっぱりドクターのことは信じても大丈夫なんですよね。ドクター、聞いています。はい、私はやはりドクターを信じたいと思います。ドクターの敵は私の敵です。